はい、皆さん、こんにちは。話そう日本語のパトリックです。今日は2025年8月5日です。ごめんなさい。最近とっても忙しくて、ポッドキャストを作っていませんでした。これからはたくさんポッドキャストを作りたいです。それでは、話そう日本語のポッドキャストを始めましょう。5月に日本に引っ越して英語の先生になりました。滋賀県の小さな町に私の彼女と一緒に住んでいます。仕事が始まる前にちょっと休みがあったのでいろいろな場所に行ってみました。まずは大阪万博というイベントに行きました。知っている人もいると思いますが、万博は5年ごとに開かれるイベントで日本では20年ぶりです。いろんな国が参加して文化や技術を紹介するとっても大きなイベントです。私の大阪万博での経験について話します。良かったことも悪かったこともありました。偶然トルコパビリオンを見つけて列に30分並びました。30分と聞くと長い時間と思うかもしれませんが、万博の中では30分並ぶというのは短い方です。トルコに興味がありましたし、並ぶ時間が短い方だったのでトルコパビリオンを選びました。待つ時は暑かったけど、私にとって初めてのパビリオンだったので、やっと自分が中に入る番になり、入ると思ったよりも物が少なくてがっかりもしました。主に飛行機の広告みたいなものしかありませんでした。私だけではなく他の人も同じ気持ちになったようで、これだけという声が聞こえました。出ようと思っていたら出口近くでトルコの伝統的な陶芸を作るパフォーマンスが見えました。その陶芸を作っている人はすごい技術を持っていて、次々にざまざまな形の作品が出来上がりました。それは本当に素晴らしかったです。最近新しいカメラを買ったのでいい写真が撮りました。トルコのパビリオンの失望の後、隣のオーストラリアのパビリオンに行きました。トルコより良かったですが、あまり監視の待ちませんでした。でもパビリオンの中はとっても涼しかったから助かったという感じでした。そのパビリオンを出たところのステージでとっても上手にオーストラリアのアーティストがライブ演奏していました。自分でギターを弾いてカホンというドラムを叩いて歌っていました。外でのライブなので暑かったですが、とてもいい感じでした。万博で行きたかったパビリオンはアメリカとイタリアとフランスと日本ですが、そのパビリオンは並んでいる人が多すぎました。本当に人がすごいいました。並ぶ時間は3、4時間ぐらいかかるらしくて諦めました。それでもイタリアのパビリオンの前で行われていたフェンシングパフォーマンスを見ることができました。イタリア人と日本人がフェンシングで対戦していてとっても面白かったです。いい写真が撮れました。最後にアジアのパビリオンに行きました。フィリピンとマレーシアの建物は素敵でした。実際中に入っても伝統的な織物で島の風景を表しており良かったです。マレーシアではカレーを購入して食べましたが、食事をするスペースがあまりにも少なく、万博に来ている人の数を分かっているのかなと思いました。そのため席をゲットできなかったので仕方なく外のベンチを探すことになりましたが、そんな簡単に見つけることはできなかったので、
少し遠いベンチに座りました。彼の蓋を開けた途端、彼が風に煽られ私の最近買った靴に少し落ちました。それは最悪だった。でも彼は美味しかったです。万博で一番気に入ったのはエリア全体を囲むに木造建築物です。見た目も美しく印象的でした。木造建築の上から万博を歩き回るのはいい経験でした。また海の近くだったので涼しい風がとっても良かったです。全体的に万博は楽しかったけど、おすすめするかというか、多分どうだろう。モンスターハンターとのコラボがあるので行く価値はあるかもしれないですね。さて、そろそろ終わりたいと思います。万博の話が長くなったので、他の場所に行った話は次回にします。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。今日は私の家の近くにある滝に行って撮影しました。とっても綺麗でしょ。こんなに綺麗な場所の近くに住めてよかったです。このポッドキャストには動画もあります。英語と日本語の字幕があるので、興味があれば YouTube チャンネルをチェックしてください。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに役立つように作っています。もしこのエピソードが良かったら、ぜひフォローや高評価をお願いします。そして感想や質問があれば、ぜひコメントやメッセージを送ってください。次のエピソードも楽しみにしていてください。ありがとうございました。バイバイ。